なんか、体の不調が結構あってさ、これまでの人生でなかったような不調が結構あって、昨日、一昨日ぐらいから、腹の周りが神経痛。ずっと神経痛。これ何？竜使うとかガイルがどうとか、ああ、そうね、と思ってたんだけど、結局号機しかやってないね。まあ、ガイルはちょこっとコンボ練習を始めた。けどね。そう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 。コンボ練習始めて、ガイルを使う理由はね、まあ、いや、わかんないよ。このゲームのガイル全然やってないから、勘違いの可能性はあるけど、まあそんなに俺がやる分には時間かかんないんじゃないのかなと思ってるのが一つと、そんなにメインでやり込むとかじゃなくて、自分たちのチームのキャラと対戦できればそれでいいかな。逆対策的な逆対策ではないか。逆でもねえか。普通の対策みたいな。そう。だから、そんなに負担じゃないっていうか、うん。このシーズンガイルきつい。なんで？そんな変わった？何が変わったの？あ、入れ替えか。あ、まあ確かに入れ替えは大きそうだよね。動きの仕上がりどうですか？そのね、自分でこう感じたこととして、結構その、分かってる相手、回数やれる相手とかだと、まあ、例えばリジェクトに来る人たちとかは、回数やれるじゃん。回数やれるじゃんっていうか、まあ、5先とかで回すじゃん。で、そういう相手に対しては結構やれてると思ってんのね。勝率悪くないっていうか、むしろ結構いい感じかなって思えてるんだけど、全くそういう情報がない人に対しての勝率は、いや、低いなって思ってて、でもそれって、なんか時戸とかも多分そうなんだよね。時戸とかも、多分腰据えて、まあまあ剣が弱くなっちゃったから、今はちょっとわかんないけど、腰据えてやれる相手とかに対しては勝率いいと思うんだけど、そう。でそれってさ、何かなって思ったら、やっぱそのラッシュを返す率とか、対空とか、インパクト返すとか、なんかそういうところの精度が低いと多分、不特定多数がきつくなるんだろうなっていう気がしてる。これは自己分析というか。逆にそのどこで走ってくるとか、どこでインパクト打つとか、どこで飛ぶとかっていう情報が入ってくると、あの、結構なんか得意な土俵になるんだけど、それがない時の、やっぱり、情報を整理してる段階は、それが元々の性質なのか、年齢から来るものなのかわかんないけど、すげえ勝率悪いなって思う。うん。だから、まあ、そこをなんとかこう、それは仮説だけど、自分の中での仮説だけど、まあ、そこは弱点として克服していきたいなっていうのが最近の自分の中の、まあ、トレンド。マイブームってのは変だけど、トレンドです。で、号機はね、なんか自分で使ってる感じ、もう、とりあえず3強にはいそうだなって感じだね。そのリジェクトとかでよく、まあなんかこのキャラ強いよねって話題に上がるのは、まあ JP 号機とまあマイかなっていう感じだね、やっぱりね。うん。ただまあマイは結構お手軽だと思うんだけど、号機と JP はやっぱり強いって感じるまでに相当時間かかるから、お手軽感はないね。そういう意味では、じゃあ号機と JP 強えんだっつって、乗り換えるっていうことができない強キャラだと。江戸ザンギ。まあ、江戸も全然強いと思うけどね。今でも。江戸は全然強いと思うし、ザンギも強いんじゃねえのか。という感じはする。だから別にそんな、いや、ビサよ。ビサだと思うけどね。ただまあ、じゃんけんじゃねえや。弱点少ないじゃん。特に号機はさ、明確にこれ無理とかってないし、うん。全キャラ有利ですっていう結論が出てもおかしくないキャラじゃん。JP に関しては、めちゃくちゃ有利な組み合わせある代わりに、多分きつい組み合わせなんだよ。キャミーとか。まあ、JP 使いは号機もきついって言ってるけど。だからそう考えると万能強キャラは号機かな。っていうか、なんかもうゲームをしすぎてるせいなのかわかんないんだけど、なんか体の不調が結構あってさ、これまでの人生でなかったような不調が結構あって。この間CEO でさ、耳が痛くなった。耳の裏が痛くなった。リンパが痛くなったっていう話をしたじゃん。で、手がすげえ荒れてんの。左手が。それは治んなくて。で、
昨日、一昨日ぐらいから腹の周りが神経痛。ずっと神経痛。これ何腹の周り。腹というか背中から腹。何なんだろうな、これ。ストレスは皮膚に出るよ。そうだよね。いや、俺ね、昔、だからプロ1年目の時に、やばかったんですよ。もう人生で初めてニキビが顔にブワーって出て、そうなんだ。ピリピリする。姿勢が悪いはあり得るね。なんかね、ディテクトのモニター、どうなんだろうな。姿勢が悪いはありそう。机が高さがね、ちょっと今の家とは違う、今の家ってことは違うから、体になんかそういう、あれは出てないんですよ。まあ、今度また手の薬もらいに行くついでに、ちょっと行こうかなっていう。対策しないといけないキャラ。やり慣れてないっていうか、なんか、ふわふわしながらやってんなっていうキャラは、ブランカ、キンバリー、エレナ。エレナはもうそのやばいけどね。あとリリーとかかな。あとジェイミー。そこら辺かな。マリーザもね、なんか、結構むずいなっつう。まあ、でもマリーザはそもそも合気が結構多分嫌だね。嫌な組み合わせ。対策うんぬんの前に。時戸さんの話は、どこまでしていいかわかんないんで、しません。なんか、でもなんかあったってわけでもないけど。どこまでその情報を彼が出してるか知らないから。時戸は生きてるよ。そうとだけは言っとく。リュウタに教わってる。ああ、そうなんだ。そう。仲良くやってますよ、リュウタと。レシャさんとレシャは相変わらず、なんかいろんなキャラ使って、で、なんかやっぱ知識も豊富だからいろいろと、これはこれで返せますよ、みたいな。なんか言いながらやってるけど。レシャもでもなんか今期の強いキャラに、自キャラがあんまりいけないと思ってるみたいで、なんか瞑想中だね、キャラ瞑想してる。ゴーキー、JP、チュンリー、あとガイルとか。まあその辺がきついって思ってるみたいね。瞑想して2連敗ですか？いや、それは瞑想前じゃねえか。ゴンさん、ゴーキの他の方の違いなの？他の方との違いというかまあ、多分一番バランス型なんだよ。ゴーキ使い。俺はなんか結構、プレイスタイルが、なんかマジで日替わりで、今日は行く、今日は待つ、今日はこれみたいなので、もうブレブレだから俺あんまりスタイル決まってないんだけど、傾向で言うと、川野が多分一番受けなんだよ。ゴーキで。あいつが一番守りに寄ってて、で、シュートはめちゃくちゃ行く。その中間がボンだなっていうのが俺の印象。まあ、受け寄りだけどね。受け寄りだけど、川野ほどじゃない。もうちょい戦うよみたいな。っていう感じだね。どのスタイルがいいかは多分キャラの調整とか、ゲームのシステム変更とか、相手キャラとか、なんならあと相手とかによって変化するから、実際どのプレイスタイルがいいかっていうのは難しいところなんだ。トーナメントで勝ってるからそのスタイルが正しいかっていうと、たまたまそのスタイルが噛み合う組み合わせと戦ったとか、噛み合う相手と戦ったっていう可能性もあるから、一概には言えないんだけど、まあ傾向として分けるとそんな感じだと思う。